自尊感情。辞書には自分自身をどのように評価するか、自分をどれだけ愛し満足しているかについての指標と書かれていて、自己肯定感と呼ばれることもあります。この自尊感情が人生の満足度を決める最も重要な要素なんです。そして誰もが必ず自尊感情の問題に直面します。そういう私自身も精神科医になる前はとても自尊感情が低く、幾度となくふらついたり絶望を繰り返したりして自尊感情が地に落ちる経験をしました。自尊感情が健やかになった今、ようやくまともな幸福感を感じられるようになったと思います。自尊感情の回復は幸福の結果であり、自尊感情の回復の結果が幸福でもありました。自尊感情の回復という言葉と幸せになったという言葉は同じ意味だったんです。自尊感情の問題は多くの方々が抱えるものでもあります。私のクリニックに不幸を訴えて訪れてくる人たちの多くは自尊感情が欠けている人たちでした。パートナーに浮気をされた人、愛する恋人と別れた人、心の病を患っている人、彼らは皆一様に自尊感情の問題を抱えています。そこまでではなくても、パートナーを信じられなかったり、喧嘩ばかりしてしまう。他人の評価が気になって仕方がない。辛かった過去の出来事が頭から離れない。感情がコントロールできない。これらの原因は自尊感情によるところが大きいんです。ですが、自尊感情、自己肯定感は回復させることができます。皆さんに健康的で健やかな自尊感情の取り戻し方をお伝えしましょう。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、どうかご自愛ください。精神科医が教える自尊感情回復レッスンという本をご紹介します。自尊感情、自己肯定感の低下が心と体にあらゆる悪影響を与えるというんです。著者は精神科医のユン・ホンギュンさん。ご自身も自尊感情の低さが原因で辛い経験を重ねてきましたが、その体験を元にした回復レッスンにより、多くの方の自尊感情を取り戻してきました。これまでも自尊心をテーマにした本をいくつかご紹介してきましたが、本書は自尊感情とはどういうものなのかをしっかりと把握した上で回復を目指していけるとても体系立てられた内容になっており、韓国では120万部を超える大ベストセラーなんです。とにかく読み応えがあり、自尊感情について深く考えることができます。本動画では本書の中のたくさんのコンテンツの中から自尊感情とは何か、自尊感情の低下が与える影響、自尊感情を取り戻す方法をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後まで見てみてくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。自尊感情とは、最近自尊感情という言葉に遭遇することが多くなりました。それだけ現代社会において自尊感情が重要視され始めたということなのでしょう。でも、自尊感情とは何ですかと尋ねられたとしても、自分をどれだけ愛せるかの度合いのこと、プライド、自分を大切に扱う姿勢など、その解釈は人によって実に様々です。まずは自尊感情の意味を整理しておきたいと思います。自尊感情とは、自分自身をどのように評価するかというのが基本的な定義です。自己評価のレベルの高低を意味し、例えば100点満点中70点などと数値化して数字や高さで表したりもします。そして自尊感情には3つの基本軸があります。1つ目は自己有用感。これは自分がどれだけ他人や社会に役に立っているかを感じることです。その人以外に替えが利かない職業についているとか、周りから能力を認められるときに起こる感情です。二つ目は自己調整感。これは自分の望み通りにやりたい、自分らしくありたいと思う本能のことです。この本能が満たされると、自尊感情はおのずと高まります。都会の有名一流企業で必死に働く人よりも、
田舎で自由に暮らす人の方が高い自尊感情を持っているケースなどもあります。これこそ自己調整感が関係しているからに他なりません。3つ目は自己安全感。つまり持続的に安心感を得られることです。虐待や PTSD などのトラウマを抱えた人や愛情に飢えている人などは普段から不安を感じやすい状態です。また、一人でいることに耐えられない人なども不安で安心感を得られません。これらの人たちは自尊感情が低くなりがちです。よく自尊感情は自分をどれだけ愛せているかを測る指標と紹介されますが、まさにその通りで、自らを何の価値もない人間だと感じたり、自分をコントロールできなかったり、不安を感じて心が健全ではない人は、自分を愛することが難しくなるんです。自尊感情の低下が与える影響。自尊感情が落ち込むと、愛に対する能力に自信が持てなくなります。著者が最もよく受ける相談も、愛に関する悩みだそうです。恋人、夫婦、親子関係など、その対象は様々ですが、相談者の悩みを突き詰めると、漏れなく自尊感情の問題にぶつかります。やはり自尊感情が回復できていない状態では、愛もうまくいかないようです。自分の魅力や能力を信じられない人は、どうしてあの人は私を愛していると言えるんだろう、と相手を信頼できずに疑念を抱いてしまいます。例えば、配偶者より経済力が劣っているとか、何かしらのコンプレックスがあって自尊感情を下げてしまった場合にも、相手を疑いやすくなります。その心理を分析するなら、自分がこんなにダメな人間なのに、相手がそばにいてくれるわけがないという思いが根底にあるからです。また、いわゆる悪い恋人から離れられないとか、多くを貢いで財産を使い果たしてしまう人たちの深層心理にも同様の問題が隠れています。自分に自信がないため、もしこの人が離れてしまったら、私を受け止めてくれる人はいなくなるという錯覚に陥って別れられないのです。死ぬほど愛しているからではなく、別れが怖くて関係を続けているに過ぎません。また、素敵な人から告白されても疑いが先に立ちます。はじめは恐る恐る付き合い始めますが、やがて執着します。本人は強い愛だと信じていますが、実際は執着です。執着は病ですから、当然相手の愛情も離れていきます。執着によって愛を失うと、自尊感情は一層落ちていきます。やっぱりだ、また逃げられた。やはり自分を愛してくれる人はいないのだ、という考えに帰るしかありません。自尊感情が低いせいで執着し、執着によって自尊感情がさらに低くなるという負のスパイラルが続いてしまうんです。また、他者の評価、承認欲求に依存してしまうことでも、自尊感情の問題を抱えがちになります。例えば、著者のクリニックにカウンセリングに訪れた結婚生活に満足できない男性のほとんどが、承認欲求によって自尊感情が低下していたそうです。自分は頼りがいのある存在だと認められたいのに、妻に軽視されていると訴えるんです。男性の多くは、ことあるごとに解決策、答えそのものを提示しようとします。職場や嫁姑の問題などで悩む妻に対し、決定的な一言で解決して自分を認めてもらおうとするのです。しかし、その答えに対する妻の反応はいつもパッとしません。その度に夫の自尊感情は傷つきます。彼らが望んでいるのはただ一つ。妻に自分を頼りがいのある存在だと認めてほしいんです。これが夫の自尊感情です。一方で、妻の自尊感情は共感に委ねられていることが多いんです。自分の感情が夫の共感を得られていると感じると、妻の満足度は高まるんです。だから、夫から一言で答えを提示されても満足できません。自尊感情を落としてしまう心の悪習慣というものも存在します。例えば、不安、無気力、執着などがありますが、劣等感もその一つです。劣等感も一つの感情であり、必ずしも悪いものではありません。自分の足りない部分を認めて補おうと努力するときには、いいエネルギーになることもあるからです。しかし、やはり
自分は人より劣っていると考える人の自尊感情が高くないのもまた事実です。劣等感という感情には自分には欠けている面がある無能感という考えが結びついています。この考え自体は決して悪いものではありません。誰にでも欠けている面はあり、それを認めることで謙遜の気持ちも生まれます。しかし、この考えに次の2つの無駄な考えが加わると劣等感になり、否定的な方向に流れやすくなります。無駄な考えのその1は、自分に足りないものを他人はすべて持っているという考えです。自分にはないものと自分にだけないものというのは似ているようで全く違います。こう考えると、周りをうがった風にしか見られなくなります。無駄な考えのその2は、自分だけが著しく劣っているという考えです。コンプレックスがある時に感じる気持ちと似ています。例えば、就職試験に落ちた時に、学歴のせいだとか、ルックスが劣るから差別されたんだとか、原因を自分にだけ探そうとする人たちの考え方です。被害者意識でもあり、他人への攻撃性もはらんでいます。劣等感はこれらの考えが入り混じった複雑な感情です。限界まで膨らんだ風船のように、わずかな刺激で破裂してしまいます。自尊感情を取り戻す方法。本書には様々な自尊感情を取り戻す方法が紹介されていますが、今回はとてもシンプルですが、一番大切な方法をご紹介します。ありのままの自分を愛すと誓うこと。私たちは親やパートナーに対してありのままの自分を愛してほしいと盲目的な愛を求めます。他人にはありのままの自分を愛してほしいと願う一方で、自分自身に対してはありのままの自分を愛するどころか、あれこれと難癖をつけて自分を憎んではいないでしょうか。これからあなたがすべきことは、まさに他人に求めてきた愛情を自分にも求めることです。理由や条件をつけることなく、ありのままの自分を愛してあげるんです。シンプルに、今日から今の自分を愛そうと決心する。それだけで大丈夫です。そして、この先もずっと、自分の内面や外見、小さな癖の一つ一つをすべて愛せばいいのです。それが自分を愛する方法です。これを多くの人ができずにいた理由は、私たちの心の内に愛に対する恐れや不安があったからに他なりません。例えば、何の取り柄もない自分をそのまま受け入れて満足してしまったらどうしようという不安があります。完璧とは言えない自分を好きになってしまったら、これ以上成長できないと恐れているんです。私たちは自分自身に対してありのままの子供を愛せない親のように接してきたのではないでしょうか。魅力もなく、自尊感情も低いやつ。そう自分を責めてこなかったでしょうか。愛するために特別な条件は必要はありません。自分の自尊感情が低いからといって、愛することを拒んではいけません。今のそのままの自分を愛せばいいだけなんです。自尊感情は私たちが発する言葉、行動、判断、感情など人生のあらゆることに影響している、いわば心の健康を測るバロメーターです。人間関係に苦労する人、恋愛に苦しむ人、憂鬱になりがちな人、自分は不幸だと考える人などは皆自尊感情の問題を抱えています。特に昨今のように生きづらさを訴える人が多い時こそ自尊感情が一段と重要になります。自尊感情は社会環境と密接に関係しているんです。どんなに自尊感情の高い人でもストレスやプレッシャーに持続的にさらされると自尊感情は低くなってしまいます。でもこれは裏を返せば自尊感情が低い人も環境によって次第に回復できるということでもあります。絶えず他人と比べて劣等感を募らせ、自分の置かれた環境を恨み、自分の性格に問題がないか自己採点を繰り返してしまう世の中では、答えを探すことも優しくありませんし、そもそも悩み抜く時間すら不足しています。そんな時に最も強力な武器となってくれるのは、健やかな心でガードした自尊感情です。自尊感情こそが、昨今の複雑な時代を生き抜くための最強の武器なんです。皆さんは自尊感情とどのように付き合っていますか？
きちんと整理をして考えていくと、確かに私たちの感情や行動は自尊感情が大きく関わっているんですよね。故に自尊感情を回復させることで人生に満足感が得られる。とても納得感があります。本当にごくごく一部しかご紹介していないのですが、本書には自尊感情が大きく関わる愛、人間関係、感情について、不安、無気力、劣等感、執着などの心の悪習慣などについて、そしてそれらを解決して自尊感情を取り戻す様々な方法がとてもわかりやすく紹介されています。現在悩みがある方、その原因と解決方法がこの本にあるかもしれませんよ。気になる方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。